表層切れは掛け軸などの表具に使われる装飾用の切れ字のことです。明治の初め頃から専門的に織られるようになり、主に西陣や丹後の高度な織物技術が駆使され、数多くの表層切れが生み出されてきました。具体的に定番的な三段描層の掛け軸を見てみましょう。掛け軸の真ん中に仏画、絵画、書などの本紙があり、その周りを囲んでいるのが表層切れです。表層切れは本紙を飾り、保存する役目を果たしています。ここでは3種類の切れ字が使われています。本紙に近い順に金蘭、ドンス、無地となります。きらびやかな金蘭は本紙に人々の注目を向けさせ、ドンスは強く主張することなく本紙の内面を引き出し輝かせ、無地は掛け軸を背後の壁になじませる役割を果たしています。表層切れは文様の観点から3種類に分類できます。金蘭は文様があって、その文様に金の箔が織り込まれています。金箔には本金やプラチナのほか、銀や銀を錆びさせたような色目の青貝が使われることがあります。ドンスは文様があって、金箔が織り込まれてないものです。文様のないものが無地になります。これは18金や24金を使った本金蘭です。純度の高い金ですから、色あせることなく、万が一火事で燃えても金だけが残ります。このように文様の大きい金蘭は大きな作品や仏用によく使われます。こちらの文様は二重鶴ボタン唐草で、切れ字の種類は青貝と言います。銀箔を焼いて色を変化させた銀蘭です。貝のような光沢と青色がランダムに混ざり合って見えるので、青貝と名付けられました。こちらは関瀬水という文様です。渦を巻く水の様子を意匠化した格調高い水の文様です。箔は金蘭になります。こちらの切れ字は銀蘭の胴入りです。胴入りとは色糸のことで、織物を華やかにするために鮮やかな横糸が箔と重なり合って通っています。ベースにはうっすらと銀蘭が写っているように見えますが、これは箔が地組織に組み込まれていて、この控えめな箔のベースのことを地箔と言います。上品で凝った手法でベースの背景が作られ、美しい色糸で野に咲く花を表現しています。これは船越観音という名物切れの一つです。観音とは縦縞のことを言い、豊臣秀吉の家臣であった船越五郎右衛門が所蔵していたことから、この名前がついています。縞の配色と太さの間隔が決められていて、これが素晴らしいセンスで日本的で、今見てもすごくモダンなデザインです。これは紗に一本一本金の箔を刺繍したもので、昔竹屋町通りで作られていたことから竹屋町刺繍と言います。この金箔は紙の上に金を貼ったものを細く切った平箔を使っていて、表からは金だけ、裏からは紙だけが見えるように刺繍を施した
大変手間のかかった高価な切れ字です。次にドンスです。ドンスは三段病巣の中でも最大の面積を占めるように、表具表層で最も使われる切れ字と言えます。これは唐草の文様でどんな掛け軸にも合う一般的なドンスです。ドンスの文様はどこで切っても使えるように連続文様が多いです。また季節を限定しない文様がよく使われます。これは唐草に宝がアレンジされていて、少しおめでたいニュアンスも入っています。色はまさにドンスのわびさび的な色目で、きらびやかな金蘭と地味な無地の中間の色となっています。優しい色合いと柄です。書ですとかな、絵ですと美人画や風景画に合うと思います。これはドンスの代表的な柄の食口柄です。文様が縦横垂直に並んでいて厳格な感じがします。漢字の書に合います。色は茶系でいかにもドンス色。ドンスでは茶系の他にアサギやナンド、渋めのグリーンなどの色が典型的です。最後に無地です。無地は掛け軸の三段病巣ですと本紙から一番遠くに使われ、軸の背後の壁に違和感なく馴染むように色目も地味なものが使われます。これは蚕が作った天然の絹糸で織られた古代織毛です。節のある天然の絹糸で作られた高価な切れ字です。このように表層切れには非常に多くのバリエーションがあり、掛け軸などの表具とともに日本の文化の中で長く伝承され、芸術的な価値の高いものもたくさん作られてきました。しかし現代は床の間のある家が少なくなって、一般の家庭で掛け軸を手にする機会は大きく減り、掛け軸は美術館や博物館、または仏事で目にするのがせいぜいになってしまいました。こうして掛け軸に対するニーズが弱まるにつれ、表層切れに対する需要も減ってしまいました。その結果、表層切れの生産者の方々も仕事を続けることが難しくなり、近年廃業される方が増えています。私たちは表層切れを何とか多くの皆さんに手に取ってもらい、その良さを知っていただき、再び使っていただくことで、生産者の方々の技術や表具の伝統を未来につなげていきたいと思っています。